金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。ケイジっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ケイジっていうことでね、ついにこのまな板に、この魚が乗る時が来ました。このケイジというお魚、鮭の中で最も希少と言われている鮭ですね。もう値段もこいつはダントツで高いです。僕去年買おうとしたんですけど、去年がキロあたり20万円したんですよ。キロ20万ですからね。で、今年はそのケイジ、なんといただきました。僕がいつも取引させてもらってる、九州の方のお魚屋さんで、ジョニーさんっていう方がいるんですけど、その方が400万人記念ということで、食べてくださいということで送ってくれました。いや、マジでこんなサプライズすぎてちょっとびっくりしちゃったんですよね。本当にジョニーさんありがとうございます。ほら、ちゃんとここに、ケイジ証明書、タグ付きですね。もうこのタグはね、スクリューダウンに入れて保管しておきましょう。ケイジって呼ばれてますけど、種類自体は白鮭です。僕が毎年秋になると、イクラの醤油漬け作ってる、あの鮭と一緒の種類です。一般的な白鮭は、日本の川で生まれて、で、川を下って、海で3年から4年ぐらい餌をたくさん食べて、お腹に卵とか白子をたくさん蓄えて、元々いた川に戻って卵を産むっていう習性があるんですよ。なんで日本生まれの子が多いんですよね。ただ、このケイジってお魚は、実はね、ロシアのアムール川で生まれた子供が、なんか間違って日本の海域まで泳いできて、育ったお魚なんですって。で、普通の鮭はね、だいたい4キロから5キロぐらいになるんですけど、このケイジってお魚、2、3年で、2キロから3キロぐらいまでにしかならないんですって。で、このケイジの最大の特徴がですね、卵とか白子が大きくならないんですよ。なんで普通は卵とか白子に栄養がいっちゃうと、身が痩せてくるんですよね。ただこのケイジは、その卵とか白子に行く分の栄養が身に全部いってますんで、ものすごい美味しいんですよ。油も乗っててね。で、普通の鮭の脂肪率が2から 15% ぐらいなんですけど、このケイジは脂肪率20から 30%。むちゃくちゃ油乗ってるんですよ。もう全身トロなんですよね。で、ちなみにこのケイジ、普通の白鮭1万匹捕まえて、その中に1匹から2匹ぐらいしかいないみたいです。とんでもなく貴重な魚。というわけで今日はこちらのありがたいお魚、ケイジを使いまして、ケイジのお刺身と鮭茶漬けを作っていきたいと思います。もう絶対いらんことしない方がいいと思うんですよ。この魚は。さあ、じゃあまずは、このタグをパチッと切って、ここら辺ペット貼っときましょうか。よし、そしたらもう内臓は抜けております。なのでまずは鱗を取っていきましょう。鱗もちょっとしかついてねえな。なんかちょっと青みがかってる感じがしますね。普通の白鮭より。体高はめちゃめちゃ高いってわけではないんですね。いや、これ身がすごい楽しみ。で、こういうサーモンとか身の柔らかい魚は、こういう鋭利な鱗かきでガチガチやりすぎちゃうと、身が傷んじゃうんで、包丁の刃の方を寝かせて、こういう感じで身に負担がかからないように鱗を取るといいと思います。はい、このように鱗が綺麗に取れました。そしたら頭を落としていきましょうか。そしたらじゃあ今日はカマの上から、よっと頭を落として、うわ、すっごい身が綺麗。めっちゃ綺麗なオレンジ色。ツヤがある。そしたら、ここで1個落としましょうか。輪切り。こんな感じにして、そしたらこのカマは塩焼きで、で、この頭のここも頭肉って言って肉がついてますんで、ここも取っちゃいます。頭肉ですね。では3枚におろしていきます。下に1本入れて、鮭は大名おろしでもいいんですけど、ちょっと怖いですよね。さすがにこの2、30万する魚を大名おろしにはできんな。背中に1本入れて、できるだけ骨に身がつかないように、骨キリッキリを攻めます。あんまり攻めすぎても、この鮭って下いっちゃうんですよね、骨の。よし。ここまで来たら、尻尾に刺して、ビビビビビッと。さあ、どうだ。いきますよ。せーの。よっ。うわー、めっちゃ綺麗な身。くすみが一切ない。もうザ・オレンジ色ですね。そしたらここの骨を剥いちゃいます。中骨を外します。この骨からもね、いい出汁が出ると思うんだよな。もうすべて食しますからね。ちょっとも無駄にしたくない。
で、この背中の方に骨がついてきますんで、骨を外します。よっと。はい、これで3枚おろしの完成ですね。そしたら腹骨をすいていきましょうか。腹骨。てか腹分厚いな、これ。ものすごい厚い。この魚の大きさに対してのこの分厚さ、相当期待できますね。これ養殖じゃないですからね。天然物で、このクオリティ。なんかロマン感じないですか？ロシアで生まれて、ロシアのアムール川からいろんなものを食べて、日本までやってきた迷子の鮭ですよ。ありがたくいただきましょう。はい、ではこのようにおろし終わりましたら、この腹物のとこですね。今日の鮭茶漬けは、ここの腹物脂の乗ったとこをやりたいので、ちょっと大きめにズズズズっと落とします。これですよ。こっち側も一緒ですね。腹もは大きく落としちゃう。はい、ではこのように一通りおろせました。はい、そうしましたら、ここのラインに骨がたくさん入ってます。魚はだいたいこの真ん中のラインに骨が入ってることが多いんですけど、鮭はこの真ん中のラインには入ってなくて、真ん中よりちょっと上のここら辺なんですね。ここら辺にたくさん骨入ってますんで、ピンセットで抜いていきます。よっと。これですね。やっぱり魚体が2キロぐらいなので、骨も小さいですね。で、触ってて思うのが、ちょっと硬いですね、身が。硬いって言い方だと良くないか。なんだろう、弾力があるというか、それだけ全身に油が回ってるってことですかね。よいしょ。あ、でも結構大きいわ。割と長い骨入ってますね。なんでこれを全部抜いていきます。はい、では中骨が抜けましたら、半分に落とします。背中とお腹に分けました。そしたら皮を剥いでいきます。いきます。うわ、引きやすっ。もう包丁がつるっと滑りますね。皮肌の脂がすごいな。じゃあ次、お腹の方いきます。お腹の方もっとすごいと思う。はいと。ちょっと失敗しちゃったな。こんな感じですね。そしたら、ちょっと今日は普通のお刺身と昆布締めも作りましょうか。昆布に日本酒をぬりぬり。そしたら鮭切って、そしたらこうやって切っていって、で、並べていくと。うわー、もううまそう。この段階でやばい。で、昆布乗っけて、ラップにくるんで、これで1時間ほど味を染み込ませます。よし、そしたらお刺身を切っていきましょうか。このぐらいの厚さに。贅沢に1センチぐらい。で、まずこっち。背中の方ですね。で、次、お腹の方行きましょう。お腹の方も1センチぐらいに。お腹と背中。で、今日はあえてこの尻尾の先。ここも薄く切ってお刺身で食べてみましょうか。普通はこの尻尾の先は油そんな乗ってないんですよ。でもケージは多分油乗ってると思います。よいしょ。はい、お刺身の完成。そしたら次はお茶漬けに使う腹もの仕込みをしていきましょう。まず腹もはここにヒレの骨がありますんで、ここから包丁を落とします。こんな感じ。で、こういう風に落ちたら、次はこのヒレの後ろから包丁を入れて、ヒレだけを取ります。はい、これでもう骨はありません。そしたらこうやって串を打っていきます。編み込む感じで。1本だと心配なので、2本打っちゃいましょう。はい、こんな感じですね。これで塩を打って、はい、これであとは炭火で焼いていきたいと思います。それじゃあ庭に移動。ちなみに今朝6時の撮影なんですけどね。いいっすよね、このカラッとした秋晴れの早朝から炭を焚くっていうのは。最高ですよ。今日もこちらのチャッカマンとガスバーナーのみで炭を起こしていきます。じんわりと一部が赤くなったら送風機。ものの3分でつきましたと。よし、あとはこれをコロ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 して全体に火をつけていきます。はい、ではいい感じに炭に火がつきましたら、炭を平らにならしていくと。
そしたらこちら、鮭焼いていきます。これが背中の方の切り身ですね。で、これがハラミ。で、これがカマ。うわ、もうすごい脂が出てきてる。このハラミやば、めちゃうまそう、ここ。炭火でじっくりじっくり焼いていきましょうか。さあ、焼けてきました。やっぱ腹の方は油がすごいので、すぐ焼けますね。焦げ目も早い、つくのが。小学生たちが歩いてきましたね。もう登校の時間なんですね。びっくりするわね、朝からこの匂い漂っとったら。そしたらほかほかのご飯用意しました。そこに腹もを豪快にこういきます。うまそう。で、ここに背中の方の身、これも乗っけます。うまそう。よし、これであとは出汁をかけていくだけで完成。はい、じゃあ完成。いただきます。こちらがお刺身、そして炭火焼き。で、こちらが昆布締めですね。昆布締めどうだろう？できてるかな？おー、いい感じで締まってますね。いいですね。ちょうどいいちょうどいい。このサーモンの中の水分が昆布の方に行って、昆布の旨味がサーモンの中に行きましたね。じゃあまずは普通のお刺身からいきますか。これわかりますかね？カメラ越しで。色味が普通のサーモンとは全然違うんですよね。ものすごく濃いオレンジなんですよね。刺身で切ってみるとまたよくわかりますね。で、この背中の方を見てください。グラデーションになってるのわかります？この中央部分はオレンジなんですけど、皮目に向かってすごく白くなってる。まるで中トロみたいですね。じゃあまずはこの背中の方いただきますか。これ一切れでおそらく1000円ぐらいしますよ。もっとするかな。醤油にちょんちょんとつけていただきます。うわ、なんですのこれ。うまっ。食べたことないパターンだ。サーモンの脂というと、こう、口の中にねっとりまとわりつくような、甘くて濃厚なお味っていうイメージがあると思うんですけど、めちゃくちゃさっぱり上品。そしてね、サーモン以外にもなんかいろんな魚介の味がする。うまい天然の魚の脂って、なんか甲殻類とか、なんかそういろんなね、魚介の味がするんですよね。鼻から抜ける香りが全然魚臭くないですね。爽やかな香りが鼻を抜けます。ハラミ行きましょうか。こっちはどうでしょう。いただきます。うめえ。俺今まで食べてたサーモンは何だったんだって感じちゃいます。で、すごく歯応えがありますね。いい意味でね。じゃあ次この尻尾。ここはね、普通油乗ってないんですけど、どうでしょうか。いただきます。油が。ちょっと待って、尻尾めっちゃうまいよ。やっぱりここら辺と比べて、油は薄いんですけど、でも油が薄い分、このケージ本来の香りがとても強い。楽しめますね。美味しいな。じゃあ次これ。昆布締めいきましょうか。おー、いい感じ。醤油にちょんちょんとつけていただきます。これはうまいな。サーモンの昆布締め初めてやってみたんですけど、うまいですね。ただこれ以上締めちゃうと、ケージの良さが昆布に負けちゃうなって思いましたね。はい、ちょっとこれ早く食べたい。本当にこれが楽しみで。鮭茶漬け。昆布だし引いてあります。その昆布だしを、さーっとかけて、ささ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 さっと。オッケー。これですわ。もう皮がこのパリパリなの分かりますか？この炭火で焼いたんでパリパリなんですよ。で、ちょっと身をほぐして、鮭の脂をまんべんなく昆布だしに行き渡らして、鮭の身とご飯を一緒にいただきます。大正解だわ。塩昆布とかネギとかちょっと散らそうと思ったんだけど、あえて今日は昆布だしだけでシンプルでいって、正解ですね。むちゃくちゃうまい。塩気はサーモンに振ってある塩気ぐらいでちょうどいいですね。醤油とか入れなくていい。もうこれでいい。うまっ。腹もなのに、くどくない。本当にびっくりしますよ、これ。本当に今まで食べてた、その鮭って何だったんだろうって考えさせられちゃうぐらい、うまい。普通の鮭もうまいんですけど、頭5個ぐらい抜けてますね、これ。うまっ。はい、ということで今日はこちらの
ケージの鮭茶漬けとお刺身昆布締めときましたら、お飲み物こちらでできたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ。朝なんでね。よいしょっと。グラスは朝日。いただきます。うめえ。これは最高だぜ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は1万匹に1尾しか取れないと言われている幻の鮭、ケージを使ってお刺身昆布締め、そして鮭茶漬け作ってみましたけども、いや、どれも絶品でしたね。せっかく炭火炊いたので、骨とか頭とか、あと皮とか、そういうところもね、炭火で焼きで焼いてみました。いや、こういうとこがね、地味にうまいんすよね。すごい脂乗っててね、美味しいんです。でもやっぱりね、油がすっきりしてる。で、普段食べてるサーモンの風味っていうのが少ない。もう超上品なサーモンって感じですね。ケージはね、魚好きの人にはもうたまらない一品だと思う。けど、普段からサーモンがむちゃむちゃ好きだよ。サーモンが魚の中で一番好きっていう方は、ちょっと物足りないかもしれません。ただこのケージの油のこの、風味、この香り高さとこの甘み、これをうまく繊細に感じ取れる方は、たまらんと思うあれ。ジョニーさん貴重な魚をありがとうございます。本当にね、鮭とかサーモンってものすごく奥が深いんですよ。また面白い鮭、サーモン系が入りましたらやっていきたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。